さあ今日も道の駅周りです。でこの動画がねちょうど北進ブロックをまた後そのまま続けて撮ってるんだけど、で今日は中心ブロックになります。はい、この中心ブロックもまたすごい広いよ。とんでもなくね北から南が長くて、道の駅ガイドで中心ブロックに入ってるのが、11箇所で、一番北は小谷で、一番南がお坂田公園。お坂田公園っていうのがもう塩尻のところだね。そうだよね。で入ってるのが道の駅小谷、白馬ですぐそこのポカポカランド宮佐、生坂の里、坂北、池田、安曇野松川のよってって松川、それからアルプス安曇野堀金の里、で上高地行く途中の風穴の里で今井恵の里でお坂田公園と。なるほど。なんか東西南北だね。そうなんでね、風穴とかさ坂北が東と西にそれぞれ張り出しちゃってるから、これまた回るの大変なんだけど、これを今日明日で回ろうと思います。でまずはねここポカポカランド宮佐、ちょっと通り道なんでもう寄っちゃおうかな。はい。メインは温泉だよね。すごい新種さん持ってる。白馬の豚ジャーキー、豚のジャーキー引っかかる。ああ本当だ。すげえすげえ、宮佐コーヒーだ。へえ、あこんなのあんの。宮佐コーヒースロート、ピアサ鹿肉ハンバーグ。さすが場所柄さ、英語のメニューもあるね。宮佐コーヒーのコーヒーとさソフトクリームだって最高じゃない？あ、いいね。いいよ、コーヒーの感じがいい。ここの道の駅はもうやっぱお風呂メインだね。お風呂のお土産物屋さんが併設してますよっていう感じ。今回もこの道の駅11カ所行くんだけど、一つの道の駅で一つ何か買うか食べるかして回ろうかなと思ってます。でここら辺でこの左行ったところに宮佐コーヒーっていうのが中山高原だったかな、あるんだよね。でそこがすごいポツンと一つあって、丘の上にすごい美味しいコーヒーとめちゃくちゃ美味しいケーキが食べれて、あそこのティラミスがほんと半端ない。ティラミス美味しいね。でそこの前がね確か菜の花がすごい綺麗なんだけど、なんかホームページ見てたら今年は咲かないだか咲かなかっただかで、そんなこともあるみたいだね。不思議だけど。あとお蕎麦が美味しいところがいっぱいあって、僕らが行ったのは山科かな、っていうお店。めちゃくちゃ美味しい。美味しかった。美味しかったよね。なんかね、蕎麦集落だよね。そんな感じいっぱいある美味しそうなお蕎麦屋さんが。白馬村に入りました。今回のこの中心エリアが、白馬の一番上小谷村からもう塩尻までなんで、松本盆地も全部入るんだけど、これを一言で気候とかさ、気温とか言うのはすごい難しいから、全然違うからね。全然違うから、なんでそれぞれ行った時にその場所場所の特徴はちょっとねお伝えしたいと思うんだけど、簡単に言うと白馬の周りは雪がめちゃくちゃ多いよね。白馬小谷は、冬は1メーター以上雪が積もるようなところだし、で標高はね700メーターぐらいからなんだけど、700メーターぐらいから400メーターぐらいかな小谷で。なんでそこまで高くないけど結構寒い。気温見てても朝マイナス15度とかなったりするんで、なんでか標高の割に冬以上に寒いなっていう感じと、やっぱり松本とかではずっと晴れてるのに、白馬から急にずっと雪とか、ちょっと日本でいう日本海側の冬の気候みたいな感じもあったりするようなエリアかな。で今もまだ雪がすごいし、こんな感じなんで、そういうエリアになります、白馬の周りは。で松本の方に行くと雪もほとんど降らないかな。そうだよね。だからだんだん大町
安曇野松本に行くにつれて雪は減っていく。ここも北進と並んで相当有名な観光地が多くて、まあ北で行くと白馬周辺、で白馬はまあとにかく冬のリゾートだけど、最近は岩岳とかが夏のリゾートに力を入れてて、夏の集客が冬を越えてたりするようなエリアなんで、夏でも冬でも楽しめるし、で春だとめちゃくちゃ綺麗な一本桜とかがあるし、紅葉の時期もまためちゃくちゃ綺麗で、ね、三段紅葉とかそういうのが見れるようなエリアになります。でちょっと降りると大町温泉郷でしょ、で温泉ホテルが何個か建ってて、でもう少し南に行くと安曇野かな、安曇野だと移住者に人気なエリアだし、まあ、移住者とか関係なくとにかく里山の風景がめちゃくちゃ綺麗じゃん、ね、で田園風景が広がってて、で湧き水がすごくて、わさびのさ大葉農園とかあったり、湧き水で育ったいろんなものがあったり、今年初めて安曇野のさ芝桜とか見に行ったけど、めちゃくちゃ綺麗だったね。とても綺麗だった、でもうちょっと降りるともう松本になるんだよね、そこから降りていくと、でまあ松本はもう有名なところだけど松本城があったり、中町通りっていうこの蔵の通りがあって、お土産物とか食べ物屋さんになってたりするようなエリアがあって、松本も楽しいね。松本も楽しいね、であそこも水がなんか綺麗だよね。街中に飲める水が湧いてて、で家の水路にニジマスが泳いでるみたいな。びっくりしちゃった。そういうって感じだったね。そういうところなんか、松本って俺らのイメージだと渋滞が多くて都会で、なんか騒がしいイメージがあったんだけど、まあ渋滞は確かに多いんだけど、もう水がいいし、山もよく見えるし、結構松本もいいよね。いいね。でもうちょっと降りて西の方に行くと大人気の上高地エリアになります、でそこから南に降りると塩尻だね、塩尻だともうワインだね。ワインぶどう、本当に2年前かな、そこら辺でぶどう狩りとか行ったけど、もう駅にぶどうがなってるの、塩尻駅にね。そう塩尻駅、もう駅のあれだよ、プラットフォームに確かなってるし駅前はもうなんかぶどう通りみたいになってぶどうがいっぱいになってるし、もう秋のぶどうの時期の塩尻はもう楽しいよね。ワイン好きな方だったらワイン祭りとかもあったと思うんだ。でこの中心に入ってるのが坂北とか池田っていうのも入ってるんだけど、まあどうだろう、これ安曇野のちょっと東側なんだけど、ここら辺はまた山桜がめちゃくちゃ綺麗なエリアで、大仙峡、陸後大仙峡とかっていうのがここら辺にあったりするエリアで、綺麗だし、春来たって感じさせてくれるエリアです、であとはそのエリアごとにおすすめの温泉とか僕らが好きなレストランとかカフェとかを紹介しながら、また明日ぐるぐる回っていきたいと思います。今ポカポカランドはちょうど通り道だったから、もう今紹介寄っちゃったんだけど、今回もまず一番北の小谷まで行こうかな。そうだね。で多分ね、小谷に着く頃もう夕方5時なんで、終わりなのね、小谷で、次の道の駅も閉まっちゃってるから、小谷をちょっと道の駅見て、明日かな、明日の朝白馬からスタートだね、またいろんな発見があると思うんで、行ってみましょう。行ってみよう。あと小谷までは15キロぐらいなんだけど、まあ小谷といえばやっぱりスキー場で言ったら津賀池だよね、津賀池がやっぱり大きくて人気なのと、あとここ数年すごい人気になってきたのがコルチナね、白馬コルチナスキー場と白馬乗鞍スキー場、ここも、まあ、とにかく特に外国の人、インバウンドの人に人気だけど、まあ、日本人も最近いっぱい行ってるよね。一時期はガラガラだったイメージだったけど、去年なんかはもうめちゃくちゃ混んでたイメージだね。大行列だったよ。そうやっぱ白馬よりもさらに雪が多いから小谷に来ると、ね、日本海に近づくから、そのスキー場があって、まあ、スキー場がまずすごいでしょ、であと場所的にはもう日本海糸魚川から40キロぐらいなんだよね、だから海に出ることもできるし、意外と海も山も楽しめるようなエリアになります。であ
と周りで面白いのは、でここから小谷村、ここで標高600メーターだから、あとずっと低くなっていくような感じだよね。であとこの小谷の周りは潮の道でね、結構いろんなそういう歩く道があったり、古い家が残ってたりして、楽しいかなと思います。温泉もいい温泉がいっぱいあって、特に好きなのが山田旅館の温泉、山田温泉か、小谷温泉っていうのかな、あれもう日帰りやっててすごい良かったり、さらにそれを上の方上がっていくと雨飾り温泉っていう、あれは冬はやってないのかな、春から秋の時期にかけては寸志で入れるすごいいい温泉、ぬるぬるの温泉もあるね。でそのちょっと行ったところが雨飾り山の登山口になります。そこも雨飾り山かな、もう人気だよね。俺ら登ったことないけど。あとね、忘れちゃいけないのがグリーンシーズンの津賀池自然園。いいね。ロープウェイで最後登っていくんだけど、その上をこうトレッキングみたいに歩けるようになってて、結構大きいよね。半日ぐらいかけて歩くようなコースがあって、で景色もいいもんね。ところも結構あるんで、そこおすすめです。歩いて行ける温泉がさ、もう一個その歩く系で行ったらあって、ちょっとこれ新潟県になるのかな多分、なんだけど蓮華温泉ね。蓮華温泉っていうのがもう上の方にあってさ、そこから何個か温泉がね、もう野湯みたいなのがあって、でロッジでお金を払っていくんだよね。すごいよね、あそこも。いや、あそこはすごい、本当の野湯で。で一応混浴なんだけど、女性専用が一番上の方にね、女性専用にできるだけであれ、混浴で女の人が入ってる時は下の扉に入ってこないでくださいみたいなのをしといたら入らなくなるみたいな、そういうところ。けども基本はそのトレッキングルートの真横に温泉が入って、いきなりそこで人が入ってるみたいな感じのところだよね。壁も何もなくいきなり湯船があるみたいな、脱衣所もないような感じのところも何か所かあって、だけどめちゃくちゃ気持ちいい温泉で、これは小谷から行きやすいよね。すごいおすすめ。そこも面白いね。面白いよね。で女の人はちゃんとそこ入れるから、安心して入れるところが一箇所あるんで問題ないし、あとね、レストランが美味しいところが隠れ家的レストランみたいなところ小谷ね、結構あって、この山の方に入っていくと、13月13月だったっけ。13月っていう古民家を改装したレストランが冬の間はやってないんだけど、春から夏にかけてオープンするんで、めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいカレーが食べれる。カレーね。でも美味しいです。そこ美味しいよね。確かに小谷ってさ、レストラン自体は少ないんだよね。だけどそういうめちゃくちゃ美味しくて、何回も来たくなるようなところが結構あって、それで行くとカフェの白月でカフェ行ったじゃん。ちょっと小高いところで、でここの眺めとコーヒー最高だよね。最高。上からの眺めと、あとケーキもめちゃくちゃ美味しいの。ね、スイーツめちゃくちゃ美味しいんでおすすめです。であとそのちょっと下に紬屋さんっていう、めちゃくちゃおしゃれなね、セレクトショップみたいな。そうだね。都会風に言うとセレクトショップだよね。テーマは日用品と暮らしの道具のお店なんだけど、セレクトショップ、すごいおしゃれなセレクトショップ。そういうのがあったり、あれは蔵だよね。蔵を改装してるんだよね、確か。蔵を改装してね、お店にしてるんだけど、めちゃくちゃおしゃれな。なんかいい匂いの買ったもんね、アロマ。で別にその長野県のだけのものじゃなくて、全国いろんなところのこだわりのものを集めているっていうお店です。面白いよね、あそこ。面白い。で、あとオタリアンジェラートは外せないでしょ。止まらないね。止まらない。その上のホタルさん。ホタルのお蕎麦ね。お蕎麦と、あとこんにゃく。すごい量のね。こんにゃく。あれもう本当に美味しいね。美味しい。あれ多分ね、オタリアンジェラートとホタルって系列かな、同じかな、確か。確かにオタリアンジェラート好きだよね、俺ら。好き。めちゃくちゃ美味しいね。
冬行ったら雪に埋もれててやってなくてショックだったもんであれ見つけらんないと思ったら雪に埋もれちゃってた。そうそう、あそこいいね、確かに。ちょうどこれがあれじゃない、小谷の街中です。いやほらね、こんな感じでさ、本当にお店がないんだよ。全然ない。だからスーパーもないからさ、スーパーも白馬まで行かないといけないんじゃないかな。コンビニがね、確かローソンかが1個あったと思うんだけど、それとあと道の駅ぐらいしかないから、なのにレストランがあんなすごいっていうね。ここが役場だもんね。でこれから行く道の駅小谷が温泉も併設されてて、でレストランもあって、でレストランで食べると温泉が半額になるんだよね。そう700円か800円だったかな今、温泉が。でそれが半額になって、でレストランもご飯がおかわり自由だったの前は、今ちょっとどうなったかわかんないけど、で結構美味しい小鉢がいっぱいつくようなメニューがあったりして、何回か食べたね。ご飯がさ、そうそう、かまど炊きみたいなやつなんだよ。美味しいの。こだわりの。そうそう、美味しいんだよね。美味しいご飯を食べれたりね。道の駅に併設されてる、宮山の湯。そう、温泉、宮山の湯だったよね。あれもね、ちょっと道の駅とは思えないぐらい泉質が良くて、源泉かけ流しなの。ね。で、ちょっと鉄系の温泉で、すごいいい温泉です。小谷温泉はこっち、雨飾りとか、山田温泉旅館は。そう、ここら辺こういうさ、いっぱいあるよね。そうそう。ちょこちょこ、すごいいい泉質の温泉が。小さな温泉、ね。そうそう。あともうちょっと行ったところにそういえば姫川温泉とかあるじゃん。そうそう。姫川温泉も結構気持ちいいよね。ドバドバお湯が出てってさ、湯量がすごいの。あそこもおすすめです。はい、到着です。宮山の湯で道の駅。すっげえ、山具炊き込みご飯。うまそうだな、山うど炊き込みご飯。和漢。さあ今日もちょっと食べます。こういうね、500円以上で温泉が半額になるから、700円だから350円になるんだよね。すごいよねこれは。あ、すごい。小谷さんのコシヒカリの卵炊きご飯。でこういうよく食べるのはこれだね。あとこの日替わりもあります。ご飯おかわり自由で、こういう一品なんかもあって、今日は夕飯はがっつり車で食べるんで、ここでこのかまど炊きご飯セットとミニ豚すき丼550円、これを頼みました。これでお風呂が半額になるからすごいよね。お風呂700円だったよね多分。だから350円引きだから、このミニ豚すき丼が200円で食べれてるのと一緒だからね。すごいよね。こんなんもあります。
小谷の地酒3種、利き酒セット。すごいねこれ。温泉半額で入りたいよご飯。そういうことでしょ。だけど美味しいからね、かまどのご飯。これがミニ豚スキの550円で、あとかまどセットが640円。そうそう。でね、このご飯と野沢菜はおかわり自由だって。すげえ。あ、でこれ見て、山菜入ってるじゃん。豚豚汁と山菜のどっちにしますか？ああ、そうなんだ。山菜にして。ああ、いいね。ああ、たっぷり入ってる。ちょっと食べてみるよ。いただきます。ああ、美味しい。あ、おこげだ。おこげだ、おこげ。ああ、いいね。これすごいね。辛味酒ってなんかあれだよね、多分沖縄のさあるじゃん、辛いやつ。それだよね。お酒だからこれ運転ダメだけどね。リキュールって書いてあるんだ。いただきます。豚丼。忘れてたね、ここ温泉がさ半額になるんだったら今日いっぱい食材買っちゃってるんだよね。いっぱいってことでもないけどね、まあまあ買ってる。夕飯は別で食べるからこれぐらいにしとかないとね。あ、でも美味しい。美味しい。なんか豚のそれが分厚いよね。トロトロ。いいね。またさおこげ入れてくれた。おこげいいですかって言って、はいって言ったら、ああ美味しかった。ついついお腹いっぱい食べちゃった。おかわりできちゃったから、よしじゃあ温泉行きますか。いやー気持ちよかった。気持ちよかったね。最高でした。やっぱいいね、ここの鉄系は。いやーさっぱりしました。温まりましたほぼご飯タダで食べれたようなもんだし、いいよね。そうだね。よし、ではちょっと白馬の方に向かっとこうかな。さあ朝になりました。今はこれは白馬駅だね。はい、じゃあ今日もやっていきましょう。やっていきましょう。で小谷から白馬まで来たんだけど、まあここら辺はもう超スキーリゾートだね。もう白馬だけでも何か所あるかな、いっぱいあるよね。五竜、47、岩岳、八方、あとちょっと行ったところには佐野坂とか鹿島槍とかね。で向こうの方行ったら昨日紹介したところがあって、まあ、とにかくスキー場が多くてインバウンドのお客さんも多くて、冬はとにかく盛り上がるところ、で夏も楽しいよね。昨日の自然園もそうだし、八方の八方池とかも行けるし、でリフトとかゴンドラ乗ってすぐ上の方まで行けてさ、で本気の登山もできるし、こうトレッキングもできるし、そういうエリアです。これだけ観光地だからとにかく美味しいカフェとかレストランが多くて、まあカフェが多いかな。そうだね。サトルコーヒーとかマニアックなところ行くね。美味しいよねあそこ。あとはサウンズライクカフェとか。そうだね、人気のサウンズライクカフェとかだね。まあ、カフェはで安いんだよね。1杯500円前後で飲めるところもいっぱいあるし、で本格的なコーヒー飲めておすすめです。めちゃくちゃベタだけど白馬のスノーピークのスターバックスね、めちゃくちゃ眺めが良くて最高。で外にスノーピークの椅子出してくれてて、外でもコーヒー飲めて、で目の前には白馬の山がズドンと見えてね、すごい気持ちのいいところです。でその近くだと、そこがスノーピークの中にスタバが入ってるんだけど、でノースフェイスの2階にもカフェが入ってて、でそこからの眺めもすごいし、でその通りがねアウトドアショップ通りみたいにもなってて、まあ、他にもパタゴニアとか後日山荘があるんで、ショッピングも楽しめると、まあアウトドア系のショッピングだね、が楽しめるようなエリアです。
カフェ以外にもレストランもとにかく多くて、俺らが大好きなのがプレーリーでしょ。やっぱり外せないよね、ここは。イタリアンだね。デザートもめちゃくちゃ美味しくて、あとジェラートも美味しいんだよね。手作りジェラートももうとんでもなくレベルが高くて、ただこじんまりした店なので、予約は必須だと思うのと、営業日なんかもちゃんと確認した方がいいと思うんだけど、俺らが白馬で一番好きなお店です。あとはさ、白馬は意外とそういうリゾートだけど定食屋さんもいっぱいあって、ライムライトとか、あと大黒食堂とかね、結構好きでよく行く食堂です。本格的なレストランでさ、ちょっと他では味わえないようなところって言ったらピラールかな。ああ、そうだね。八方尾根の中腹にあるレストランでリフト乗っていかないといけないんだけど、そこにある本格的なイタリアン、ここも最高です。まあコース料理でカフェメニューもあるんだけど、奥にちゃんとしたレストランがあって、お酒飲みながら本格的なフルコースを食べれるようなお店で、ちょっと優雅なね。そうそう、相当優雅だよね。ひとときをすごいよね、あそこは。あそこもちょっとそこだけに行ってもいいなって思えるような、眺めもすごいし、食事も美味しいんで、おすすめです。あとね、白馬は意外と知られてないかもしれないんだけど、温泉がめちゃくちゃ多いよね。その個性豊かな温泉、泉質もめちゃくちゃいろいろあって、いい温泉が多いです。高級から庶民的から、そう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 、いろんなところがあるね。ね、いいよね。そうこうしてたら着きました。今日の1箇所目、白馬の道の駅です。行ってみましょう。ここもあんま来たことないね。何回かはあるけど、あんまり来たことないね。そうだね。いつも閉まってるんだよね。ちょっとこじんまりした感じだよね。ああ、そうだね、確かに。あ、白馬のこんなん出てるじゃん。あ、すごいよ。夢ぐりマップ出てるじゃん。そんな話をしてたら。ああ、こんなあるんだ。すごい。9箇所もあんの。へえ、すごい。11箇所もあるんだって。すごいね。村の中ででしょ？すごいね。こんなあるんだ。へえ。何個か、半分ぐらいは入ったことあるかな。この白馬ハイランドの天神の湯、入ってみたいんだよね、一回。これ入ったことないな。私これは地味に気になっている。あ、それね、里の湯ね。結構なんか昔からある。本当だね。お風呂みたい。このシェラリゾートのさ、古民家の湯めちゃくちゃ良かったよね。よかった。雪下人参のジュースいいな。いきなりこれにしようかな。いいよね。ねえ。ああ、白馬ハムだね、やっぱり。オリジナルグッズとかステッカーがすごいよ。レストランもあるね。白馬の豚だよ。あ、餃子にんにく焼き豚丼。いいじゃん。白馬の豚生姜焼き定食。この時期はやってないんだ。知らなかったレストランあるの。買いました。白馬村雪下人参のミックスジュース。高級だよ。500円。飲んでみよう。いただきます。どう？すっごい果肉。どう？美味しい。いただきます。こんなに甘くない。なんか、お砂糖入れてませんっていう甘さ。すっごいね、果肉。わ、美味しいね。なんか食べてるみたい。本当だね。保存料、着色料一切してません。美味しい。あ、リンゴも入ってんだね。そんな感じだもんね。あ、美味しいね。美味しい。高級だけどいいね。よし、行きまーす。いや、いい人参ジュース買えてよかった。美味しいね。美味しい。本当にこの道の駅周りシリーズをやってもらってるおかげで、
こういうのが買えて本当嬉しい。絶対買えないじゃん。いつもは買えない。この大きさで500円だったらさ、うん、俺らじゃ買えないもんね。買えないね。だけどちゃんと買っていいっていう許可が出てるから、はい嬉しいです。雨降ってきちゃったね。次がね、道の駅安曇野松川っていう、もう安曇野だね。うんうん。こっからね30キロぐらい離れてるんだけど、うん、そこまで一気に行きます。はい、はい。この道中はずっとこの148号線を行くんだけど、うん、この右に青木湖があったり木崎湖があったり、うんうん、綺麗な湖があるね。うん、そうだね。でこの青木湖の青っていうカフェができたじゃん、去年か。うんうん、でそこがレイクサイドに立ってて、うん、めちゃくちゃ眺めのいいテラスがあって、うんうん、でカフェだけでも利用できるから、うん、そこでコーヒー飲むのはもう最高のひとときだね。そうだね。で青木湖の透明度がまたすごいから水がめちゃくちゃ綺麗なんだよね。うんうんうん、湧き水の湖なんで、うんうん、でその綺麗な湖を眺めながらコーヒー飲んで、うんうん、もう最高の気分です、あそこは。で高くないのね、コーヒーも。そうそうね。で夏はサップしたりできるじゃん。そうサップできるんだよ。でそうそう、そのサップしてサップで乗り付けられるんだよね。そうサップで乗り付けてコーヒー買って飲むことができる。サップで飲めるもん。うん、マジで最高です、あそこ。うんうん、昨日も紹介した宮佐コーヒーがそのちょっと山側にあるのかな、っていうエリアです。はい。さあこれをまっすぐ行くとさ、大町とか安曇野の方なんだけど、せっかくなんで青木湖から行きましょう。はい。そんなに距離変わらないからね。うん、でこっちから行ったら青通って行けるんで、行ってみましょう。でね、ここら辺が多分ここの付近では一番標高の高いところだよね。大町から白馬に来ると、ここが一番ぐーっと上がって白馬方面にも降りていくし、大町方面にも下っていくようなところだね。なんかね、この前またいろいろ作ってたんだよね。気になる建物を。まだまだなんかできそう。ここもなんかできてる？なんだろうね。世界のお酒って書いてあったけど、どういうことだろう。で、もうこれ右側が青木湖です。はい、青に到着。通過でいい？コーヒー買う？いや、いいかな、今日は。最高だよね、ほんとここ。いいね。ここは本当にいいところです。でこのまんまね1キロぐらい行ったらまた国道に戻れるから、全然この戻る必要もなくて、どうせだったらこっちの道通ってった方がね、湖沿い走れてさ、そうだね、気持ちいいよね。戻れました。ここら辺ちょっと入っていくと鹿島槍スキー場です。はい、で鹿島槍スキー場はこっちからも行けるし、大町側からも行けるんだけど、こっから行った方が行きやすいね。そうだね。スッと行けるんで。もう1キロぐらい。そう入るだけで、ほぼ坂登らずに行けるから。お、木崎湖が見えてきた。木崎湖と電車、大糸線がこの横走ってるんだけど、その感じがめちゃくちゃいいんだよね。でなかなかそのタイミング合わないじゃん、電車しょっちゅう来るわけじゃないから。そうだね。けどちょうどそれが走った時めちゃくちゃ綺麗だね。よく写真撮ってるよね。そう写真撮ってる人多いね。俺らもここはしょっちゅう通るから何回か見たことあるけど、あれ見てると乗りたいなと思うよね。いいよね。ですごいのがさ、白馬まではあずさで来れるから、新宿から1本で来れるんだよね、多分。なんです、この大自然のこの湖の横とかを通って、白馬まで来れると。それもいいと思うな。最高だね。ね、この眺めがね、これも右線路でしょ、踏切あるから、これ見ながら電車で来れるんだもん。最高だと思います。さあ、大町市だね。大町は、まあここら辺だと観光地で言ったらやっぱ黒部ダムだよね。大町温泉郷かがあって、そこも結構穴場というか空いてるよね、温泉が。ここは白馬とかに比べたら。まあそうだね、ちょっと離れてるしね、スキー場のエリアからは。なんでゆっくり入れて好きなんで僕らはよく行くね。で大町のグルメと言ったらもう外せないのが俵屋さん。もうしょっちゅう行きます、俵屋さん。安くて本格的で美味しい中華料理屋さん。商店街でもさ、クンクン亭とか他にも美味しいお店がいっぱいあって、あそこ
車も無料で止めれるでしょ、駐車場があって、でそこ止めて、そこら辺のレストラン美味しいとこがいっぱいあるんでおすすめです。こっから行くとさ、立山黒部アルペンルートじゃん。で俺ね、幼稚園の頃かな、昔行ったことあるんだけど、それ以降行ったことないんだ、こっちからは。なんかちょっと前に関電かなんかの電気のバスがなくなっちゃったでしょ。だけどなんかいろいろ乗り継いでさ、ロープウェイとか電気バスとか、いろんなの乗り継いで黒部ダム通って立山の室堂まで行けるんだけど、いいよね。すごい楽しかった記憶はあるんだけど、なかなかね、なんかいっぱい乗り継いで大変じゃん。だからついつい俺らは立山側に回っちゃうんだよね、富山県の。あそこからだとバスとさ、ケーブルカーやですぐ行けるから、ついついあっちから行っちゃうんだけど、なんか一回は行きたいよね。さあ、そして大町を抜けるとね、松川村で安曇野になるのかな。でまあここら辺はまあ安曇野だよね、もう。そうだねって言っていいのか分かんないけど、まあ大人気の安曇野です。まあ安曇野の何がすごいって言ったら、眺めがとにかくいいよね。そうだね。でまあここら辺の安曇野と松川と池田とかで車のナンバーが確かできるはず。できたのかな、もう。安曇野ナンバーっていうのができたはずで、まあここら辺がまあ安曇野のイメージ通りだと思うんだけど、みんなの。とにかく眺めが綺麗、北アルプスの眺めが綺麗で、すごい綺麗な湧き水がいっぱい湧いててっていうエリア。で観光地で言うとやっぱり大王わさび農園かな。まあ有名だよね。俺が子供の頃からあるから、わさびソフトとか。でわさびも実際買えたりするし、あとわさび漬けね、賞味期限何分のわさび漬けみたいなのがあったと思うんだけど、そんなんがあったり、すごい究極のわさび漬けみたいなのもさ、そこで売ってたりするんだけど、でまあどうだろうね、やっぱり登山する人なんかここら辺の山にいっぱい行くと思うし、まあもうこの街並みフラフラしてるだけでも気持ちいいし、で美術館なんかもいっぱいあるんだよね、ここら辺は。アートライン、そうそう、アートラインっていうのが道があってね。で桜も綺麗な名所がいっぱいあって、安曇野だと光城山なんかが安曇野市だと思うんだけど、桜の名所もいっぱいあるし、あとは自転車広場、実家関の周りの芝桜と桜がすごい見事だし、もうすごい綺麗な田園風景が広がってるエリアです、ここら辺は。で長野県の中でも平たいんだよね、平らだよね、わりかし。ちょっとどっちだろう、まあ、松本に向かってずっとゆっくり登ってはいると思うんだけど、開けてるエリアかな、ここら辺は。だけど四方八方綺麗な山が、雄大な山が見えて、もう1年の半分ぐらいは雪山が見れるような地域になります。で安曇野もグルメな街だと思うんだけど、美味しいカフェとかレストランとかもどれかなってちょっと今考えてみたら、もう山ほどあるんだけど、まずどう？ご飯屋あかりかな。あそこはすごいね。あかりすごいよね。あかりいろんな小鉢がいっぱいついて、何種類もちょっとずつ食べれるような和食屋さんだね。そうだね。あとはね、俺好きなのがピザ屋さんのタスク、ナポリピザのタスクさん。ここのピザめちゃくちゃ美味しかった。ここはまた行きたいなと思ってます。であと食堂で言ったらスサド食堂だね、やっぱ有名なのは。鶏もつだったかな。ここの鶏もつもめちゃくちゃ美味しいです。であとはまあカフェとかも多いんだけど、今年松本から移転してきたさ、ニューモラスとかね、有名だよね、美味しい。そしてで多分ね、4月ぐらいからカフェがまたオープンすると思うの、カフェスペースが、イートインスペースか。であとは美味しいジェラート屋さんがここにもあって、で松本にもお店があるんだけど、マウントデザートアイランドっていうジェラート屋さんだね。で安曇野のお店はソフトクリームもやってるんだけど、で松本に最初にあったのかな、日本では。でアメリカのお店だよね。そうそう、日本では多分この2店舗だけで、あとはカップに入ったのがね、いろんなところで売ってると思う。たまたまワシントンで俺ら行ったじゃん。だけど日本の方が美味しい気がする。なんか凝ってるよね、日本のは。なんとかさん、なんとか町のマスカットですとかさ、マスミのお酒を使ったなんとかですとか。で
食べれてないんだけど、結構お酒を使ったのがいっぱいあるの。リキュール。そう、リキュールとか、あとブランデーとか、それをちょっとね、今度食べてみたいなと思ってるの。さあ、もうすぐだね、道の駅。寄ってって松川。ここはね、安曇野松川ってなってるけど、一応場所的には松川村だね。はい、到着です。すごい雨だ。雨。久しぶりだね、雨。さあ、行ってみますか。ここはね、中ダメだから、なんか、買ってきましょう。すごい、お持ち帰りメニュー。安いね。生姜焼き弁当800円だって。ご飯100円だよ。すごくないか。さあ、買ってきました。なんかね、松川のおやきのふるさと、中山っていうところのそぼろ大根干し。ね、アルプスまんじゅうっていうみたい、これは。ちょっと今温めてもらった。おー、あー、うまそう。切り干し大根か。はい、いただきます。うまいの。美味しいね。ふわふわ系だね。美味しい。これが一つ160円。安いね。200円ぐらいするじゃん、普通。ね、こんな大きくて160円。では次はね、この川の反対側にすぐあるんだけど、ここから5キロぐらいですぐ反対側、まあ距離的には5キロだけど、もう目の前だよね、に道の駅池田っていうのがあるので、行ってみましょう。うわー、すごい、この大きな川で釣りしてるよ。すごい長い竿で、でも延べ竿だった。このな、俺池田町も結構好きなんだよね。穴場感はあるじゃん。知名度で言ったらやっぱ安曇野とか白馬とかさ、に比べたらちょっとマイナーだけど、自然もあるし、白馬とかも近いし、スーパーも鶴屋とかビッグもあるし、結構いいよね。そうだね。で松本にも出やすいしね、ヒュッと降りてったらすぐ出れるから。安曇野よりさ、北アルプスじゃない方の山の方なんだよね。だから目に入る範囲もなんとなく広くていいよね。そう、なんかゆったりしてていいところだなと思って。いいところだよね。やっぱ池田町で有名なのがまず陸後温泉郷でしょ。それから夢広場っていう山桜だね。めちゃくちゃ綺麗だよね。でそれから北アルプス展望広場からの北アルプスの眺めがめちゃくちゃ綺麗。すごいよね、あそこも。あとね、大きなカエデの木があるじゃん。大カエデみたいなやつ。7色大カエデっていうのかな。そう。とても立派な木ね。そう。で、大きいからさ、部分で色が違うのね。紅葉が始まってるところとまだなところと。あ、ここあれだね。大雪渓じゃない？そうだよね。お酒屋さん。ここのさ、梅酒めちゃくちゃ美味しかったね。美味しかった。ね。俺ら好きだね、あれ。そんなお酒強くないけど、あれ美味しくて。はい、到着です。わ、すごい、池田ハーブセンター。あ、ハーブすごいね、これハーブ園じゃないの。あ、そうだね。すごいじゃん、これ。あそこ見に行けるのかな。へえ、知らなかった。すごい。ハーブガーデンだって。うわ、すごいよ。めちゃくちゃ広いじゃん、後ろ。ナチュラルマルシェ。そよそよ。わあ、さすが安曇野。水がジャバジャバ出てるじゃん、これまた。道の駅、これも道の駅なんだもんね、ここも駐車場。へえ。すごい、虫よけハーブ。へえ。そういうことね。すごいじゃん、ここ。すごいじゃん、レモン？長野県で。あの奥もレモンかじゃあ。レモンの花ってこういう花なんだね。ちょっとピンクで。なってんのはね、時々見るけど、あそこで瀬戸内とかでね。へえ。こっちは？
これもっとすごいよ。グアバあ、そしてこれエルダーだって。エルダーフラワーってさ、よくあるじゃん、ハーブティーで。あ、そうじゃん、ハーブティーってなってるもん。こんな大きいんだ。もっとちっちゃいタンポポみたいなのだと思ってた。ねえ、いやすごいね。ハーブミルクティーとか。なになに。ああ、これね。すごい、ハーブティー飲めるんだ。ここで50円でテイクアウトカップを買うんだって。すごいよ。あ、これいいじゃん。いいバッグになってるね。1個ずつ。好きなの1個ずつ買う？俺じゃあこれにしよう。やっぱり安曇野産ハーブだけを使ったブラックペパーミントが主役のハーブティー。これ、はい。どれどれ？これ。それ？うん。いいね。じゃあこれとこれ。はい。あった。マンゴーデザートアイランド。いいの買いました。1個250円ずつかな。楽しみ。今日ちょっと肌寒いし後で飲もう。さあこっちも見てこうよ。直売所。いや、ここの道の駅楽しいね。すごいね。そう、いっぱいある。いろいろ。そう、ハーブいっぱいで見たことのないハーブがいっぱい。ここはレストランもあるんだ。こっちに。わあ、すごい。ここもハーブだらけじゃない。ほら、あ、ラベンダーだよ。ラベンダーだね。カモミール石鹸だって。でっかい卵。あ、ない今日は。リボードにして木を天ぷらにして。すごいよ。ご自由にどうぞだって。ネギの先っぽだって。あ、お菓子工房。あ、手作り菓子工房。いやー、ここの道の駅めちゃくちゃ楽しかったね。いいね。いいね。なんかさ、こういっぱい回っていくとだんだんやっぱ長野県のものばっかりだからさ、同じものが多いじゃん。だけどここはここでしか売ってないものがいっぱいあって、すごい良かった。面白いね。ね、ハーブもすぐ隣にハーブ育ててるところがあってさ、でそこからそのまんま持ってきてるのか、なんか池田町がハーブに力を入れてるみたいで、気候的にハーブが育てやすいんだって。標高が 500m 以上で、ヨーロッパの気候に似てて、まあ多分全長野県の市町村に言えそうだけどね、そういうところらしい。いや、ここ楽しいね。結構いいよね。でハーブをできたハーブももちろん買えるし、育ててるそうハーブっていうのはないっていうのかな。ポットでも買えるし、それも買えるし、いいよね。でこの道の駅がさ、ちょっと穴場なんだよね。この白馬からもそれるじゃん。でこれ真北に登ってくったら結局大町の方に出るんだけど、どうしてもあっちのさっきのさ松川村の方から行く道がメインになってるから、だいたいそっちの方から行ってそっちの道の駅に行くと思うんだけど、ここ結構穴場でさ、空いてていいね。そうだね。で面白いし、道の駅ハーブいっぱい買えて、で買い出しもしやすいしね、鶴屋とビッグで。